皆さん、こんにちは。もうすぐ3月が終わります。早いですね。そして、とうとう、この日がやってきてしまいました。皆さんは、これをどのように発音しますか？こう発音しますか？違います。それでは、こう発音しますか？違います。正解は、こうです。それでは、まず、この言葉から考えてみましょう。この日付と時刻を見てください。数字の4が4と発音されるのは4月だけです。皆さんもご存知のように、漢字には訓読みと音読みがあります。よと4は訓読みで、4は音読みです。どうして訓読みの場合がこんなに多いのでしょうか？実は日本人は死という発音を聞いたときに死ぬことを思い出すことが多いからです。他の例では、期間を表す4ヶ月は死ではなく4と発音します。4月の死という発音がとても特別だということがよくわかりますね。では、次にピッチパターンについて考えてみましょう。2月の発音についてのビデオでも説明しましたが、4月にも4月と4月の2種類のピッチパターンがあります。NHK 日本語発音アクセント新辞典とスーパー大辞林によると、月のピッチは下がらないで、助詞のピッチだけが下がります。ですから、辞書に書いてあるピッチパターンはすべて4月です。辞書やテレビなどのマスメディアによると、2月と4月は月のピッチが下がりません。一方、5月と9月は月のピッチが下がります。しかし、普通の若い人たちは、2月も4月も月のピッチを下げることが多いようです。ですから、2月、4月、5月、9月のように発音します。では次に1日について説明します。この字には発音と意味が2つあります。1日と読むときの意味は、英語の one day と同じです。1日と読むときの意味は、英語の the first day of a month と同じです。1日という読み方は、月の最初の日を意味する月立ちから来ています。では、どうして月立ちが1日に変わったのでしょうか？月立ちをローマ字で書いてみます。ki の k がなくなると、月立ちが1日になりますね。このように、ki の k がなくなって、いという発音になることを、イ音便と言います。音便とは、英語で euphonic change のことです。それでは、イ音便の他の例を見てみましょう。皆さんは、この映画を見たことはありますか？この漢字は、普通、さきと読みます。でも、
この単語の発音は埼玉です。さきたまではありません。この単語も元々の読み方はさきたまでした。でも、ki の k がなくなると、さきたまが埼玉になりますね。これもイオン便です。イオン便は名詞だけではなく、動詞にも起こります。話すという動詞を活用させると、このようになります。作業のさしすせそが使われているのがわかりますね。では、話すの手形は何でしょうか？そうですね。話してです。ここにもさしすせそのしが使われています。では次に書くという動詞を活用させてみましょう。家業のかきくけこが使われているのがわかりますね。では、書くの手形は何でしょうか？書くの手形は書き手ではありません。書いてです。イオン便ですね。実は、イオン便が起こる前の日本語では、書き手と発音されていました。その後、イオン便が起こり、書いてに変わったのです。ここで注意してほしいことがあります。イオン便は昔は起こったのですが、今は起こりません。ですから、イオン便になるのは昔からある言葉だけです。最近の言葉はイオン便になりません。これまでの説明でなぜ1日と発音されるようになったのかが分かっていただけたと思います。1日は月の最初の日を意味する月立ちのイオン便だということですね。さあ、これで皆さんは自信を持ってこの日付を発音できるようになりました。これからも頑張ってください。